今日は、また、この前もやったと思うんですけど、ソナレ、ソナレの、手入れをやりたいと思います。ソナレは別名ハイビャクシンとも言いますよね。海岸沿いの、砂場とか岩場とかそういうところに生えていて、割とこう枝を横に伸ばし這うようにして、生きている植物だそうです。そういう性質があるので、割と下枝の方が強くなりやすくて、反対に上の方が割と力がつきにくいので、剪定の手入れのポイントとしては強い下枝を抑制して上に力を持っていくと、そういうふうな作り方をしたらいいんじゃないかなと思っています。そういう意味では割とさつきに似た考えで手入れしてまして、樹形ももともと樹高の高いものではないので、直管とかそういう樹形ではなくて、ちょっと斜め斜管とか県外とか半県外とかそういう作り方をした方が生育的にも無理がないのかなと思ってます。ということで今日は、強い下枝をちょっと抑制するような軽い剪定と、余裕があったら、針金掛けでこう全体を整えて、9月なんでまだ植え替えできるんで、さらに余裕があったら鉢合わせでもしたいなと思ってます。こんなソナレです。ぐるっと焼くと、結構面白い素材だと思うんですけど、しばらく伸ばしっぱなしにしてました。中の方とかね、掃除したらかなり面白いところがたくさん見えてくるんじゃないかなと思います。ここがちょっと弱いので後で補強しないといけないですね。ここ折れちゃったらだいぶ残念なんで、ここはちょっと木型目安でもどこうか、でさっき話した通り、やっぱ下の方強いんですよ。で上の方はちょっとなんか弱っちい感じがしますんで、これを生かしてこう県外に作ってもいいんですけど、今回はこういう樹形で私は目指しておりますので、詰めていきたいと思います。ここにちょっと短めの枝がくっついてますので、この下の方まで切り詰めて大丈夫かなと。ここも枝元に芽があるのも確認できたので詰めると、これは下向きですね。下に向いてるのはちょっと矯正できなさそうなんで、これも切っちゃいます。下向きの枝を抜き、枝の間のこの枝を使うか、ここを使うか使わないか、ここに股にある枝取ってしまいます。芽もかき取っちゃいます。よいしょ。ハサミが入らない、見えない。ソナレはすごく扱いやすい木です。結構いろいろやっても全然どんどん吹いてきますし、すごく作りやすいですね。灰色も可愛い感じがして、切って使わないちっちゃい芽なんかも取ってしまいます。これなくなったら困るか。それだけ使うかも。まだいろいろ見るといらないなんかあるかもしれないんですけど、それは段階的に切っていこうと思いますんで、今回は剪定はこのくらいでいいかと思います。と言いつつ、こっちに突っぱねてるこの枝はいらんか。これでだいぶすっきりしましたね。よし、これで、ちょっと針金かけてみます。ちょっとこれまっすぐならんけど、このくらいでいいよね。よしよし。全然見えん。どうなってる？ちゃんと針金かかってますかね。よいしょ。見えてないのが危険だな。曲げ方は心拍と同じ考えで良いと思います。ねじったりしてもいいですし、結構厳しく曲げても全然大丈夫な木です。ちょっと枝棚ちょっと意識しながら、それと頭の方も
作って枝として棚作ります。こっちは割と短く作っていいと思いますんで、さらにここを詰めておきます。ここでちょっとは葉っぱ残しとくと普通にまた吹いてくるので短く詰めて大丈夫です。あとちょっとこの辺が陣のところが弱ってるので今回はこの植え替えする代わりに木固めエースを塗りたいと思います。ちょっと弱ってるところちょんちょんととかも本当は石灰溶合剤で化粧した後にこれ塗った方がいいんですけど、しょっちゅうやるとなんか変に人工的になっちゃうので、まあ1年 1,2 年そのくらいに1回ぐらい、ちょっと弱ってるのを見たら補強していくようにしています。この下枝とかね一番水分を含みやすいのでこの辺腐りやすいので時々こうやって補強しています。はい、軽い剪定と、静止そして、陣舎利の補強をしておきました。植え替えはまだ土も、劣化してないですしそんなに急いでないので次の適期を待ちたいと思います。合わせるんだったら、これは少し深いんでもう少し浅めの鉢こういうのにこういうふうにもうちょっとちっちゃくなるけど合わせたらいいんじゃないかなと思ってます。で今後のことなんですがもうこれから秋はそんなに成長しないのでやることないんですが来年からまたどんどん芽吹いてきますから強くなりやすい下枝は強めに目摘みして上の方に力を持っていくというような感じでやっていきたいと思います。ということで今季は植え替えしないのでしっかり非売ということですね。はい、今日の作業はこれでおしまいです。